こんにちは。絵本作家の真珠まりこです。私の絵本もったいないばあさんは、息子が4歳の時にもったいないってどういう意味と私に聞いてきたことがきっかけで作りました。その時は食べ物がテーブルの上に乗っていて食べ残しをしていたので、全部食べようね。どうして残しちゃいけないの？もったいないからよという会話をしたんですけれども、しばらくしてから息子がもったいないってどういう意味って聞いてきました。だけど他の一言にうまく置き換えられなくて、もったいないという言葉はなぜそれを大事にしたいのか、もったいないと思うのかという意味を、理由を説明しないとわからない言葉だということに気がつきました。それで読んでるうちにもったいないっていうことがわかるような絵本を探してみたんですけれども、見つけられなくて、それで自分で作ってみようと思ったのがもったいないばあさんです。もったいないことしたらもったいないと言ってやってきて、どうしたらもったいなくなくなるかを教えてくれるおばあちゃん、もったいないばあさんをガイド役に、2008年から今地球でどんなことが起きていて、それが日本で暮らす私たちとどうつながっているのかを伝える展示会、もったいないばあさんのワールドレポート展を開催しています。この展示会を始めるきっかけもやはり息子の一言でした。小学校3年生になった息子と一緒にストリートチルドレンの番組を見てたんですけれども、どう思ったっていうふうに聞くと、僕は日本に生まれてよかったと息子が言うので、親としてそれだけで終わりじゃなくて、その子どもたちと日本で暮らす私たちがどうつながっているのかを親として子どもに言いたかったんですね。だけど何て言っていいかわからなかったので、まずは自分が知りたいと思って、東京青山の国連大学の地球環境パートナーシッププラザの方々に聞きに行きました。今地球でどんなことが起きていて、それが日本の私たちとどうつながっているのかを教えていただいて、その話を自分の息子に分かるように言えば他の子どもたちも分かるんじゃないかなって思って、そしてもったいないばあさんが言ってるって言ったらみんな聞いてくれるんじゃないかなと思ったのが、もったいないばあさんのワールドレポート展の始まりだったんですね。今地球で起きている問題を知れば知るほど、命を一番に考えていたら起きなかったと思うようになりました。もったいないという言葉はもともと仏教の言葉で、仏教にはすべてのものが仏になる、すべてのものには命がある、命があるものを大事にしないのはもったいないという教えがあって、命の大切さを伝える言葉だということも知りました。だから命の大切さを伝えるもったいないという言葉をキーワードに、お話しすれば分かりやすいんじゃないかなと思ったんですね。もったいないばあさんのワールドレポート展で、もったいないばあさんからお伝えしているメッセージの中で、私がとっても大切だと思っているものが2つあります。そのうちの1つは、自分さえ良ければと思わず分け合う気持ちがあれば平和な世界ができる。そしてもう1つは、命はすべてつながっていて、一つ一つの命が大切なんじゃよというメッセージです。この2つは本当に大事だと思っていて、もったいないばあさんのシリーズの本すべてに共通して流れる筋のようなものだと思っています。そしてこれが SDGs、みんなで幸せに平和に暮らしていくためにはどうすればいいかということにつながっていると思っています。もったいないばあさんは新聞や雑誌などいろんなところで連載をしてきたんですけれども、和食が世界無形文化遺産になった時に、和食をテーマに原稿を書くことがあって、和という漢字について調べてみました。そしたら和という漢字は違いがあっても一緒にいることを楽しむっていう意味があるということを知って、素晴らしいなと思ったんですね。日本を表す和という漢字は平和の和でもありますけれども、それが他の人が大切に思っていることを同じように大切に思って敬ってリスペクトして、そして一緒にいることを楽しむことができたなら世界は平和になるというふうに思っていたので、
そういう心をもともと持っていた日本っていい国だなって思ったんですね。そして和の心はもったいないの心そのものだというふうに思いました。私はその和の心、もったいないの考え方は世界の人たちと一緒に違いを楽しんで、一緒にいることを楽しんで、みんなで平和に幸せに生きていく知恵だと思うんですね。ノーベル平和賞を受賞されたマータイさんも、もったいないはご自身が推奨される 3R、リデュース、リユース、リサイクル、それを一言で言えるのがもったいない、分かりやすいから世界に広めようっておっしゃったんですけれども、マータイさんももったいないの意味を知られるうちに、もったいないには4つ目のあるリスペクトがあるから世界平和につながるというふうにおっしゃっていました。もったいないばあさんからも、もったいないを一言で言うと敬う心なんじゃよというふうにお話ししています。もったいないを辞書で引くと、もったいというのはあるべき姿、そうじゃないからもったいないっていうふうに書かれていることもあるんですけれども、私はそのあるべき姿というのは循環することだと思っています。自然も物も循環しないのはもったいない。いろんなものを使い捨てにしてゴミばかりになると地球の上はゴミだらけになってしまいますね。ゴミが少なくなればなるほどもったいないことは減っていきますし、循環しないのはもったいないと思っています。もったいないばあさんの絵本の一つ、もったいないばあさんの天国と地獄の話という絵本があるんですが、それは天国にも地獄にも同じ大きなお鍋とスープと長いスプーンがあって、違うのは食べ方。地獄の人たちは自分さえ良ければと言って争って食べたので、長いスプーンが邪魔になって誰も食べることができませんでした。だけど天国では長いスプーンをうまく使ってどうぞと言って向かいの人に分け合って食べたので、みんなが食べることができました。この話はもったいないばあさんのワールドレポート展でお伝えしている自分さえ良ければと思わないで分け合う気持ちがあればというのを分かりやすくなんとなく分かってくれるお話だと思うんですね。これは仏教では長い箸の話として、そしてキリスト教やユダヤ教ではスープの話として、お説教の中で分かりやすい寓話として伝えられているそうです。こういうことを子どもたちに説明するんじゃなくて、お話として伝えられるのが絵本の良さだというふうに思っています。もったいないということが敬う心であるということで、自然の恵みやいただく命に感謝をして、そして他の人たちのことを思いやったり、大切にしようと思うそういう優しい気持ちや思いやりというのを理解するのにも心が大切ですよね。その心を育てるのが絵本だと思うんですね。絵本には書かれていない部分を想像するところがあります。お話を聞いて、全ての絵が描かれているわけではなくて、ないところを想像して楽しむ。そうすると想像力が育てられて、想像力があれば人の気持ちがわかる優しい人にもなれるし、自分で道を切り開いていく強い人にもなれると思うんですね。図書館には本がたくさんあって、本を開くだけで世界が広がる。世界が無限に広がっていくところ、本がたくさんあるところ、そういうところでも本をたくさん読んで、子どもたちには心を育てて、たくさん心を動かして、そして優しくて強い人になってくれたらいいなと思っています。今、もったいないばあさんの絵本を使ってインドの子どもたちに環境教育をというプロジェクトがあります。私ももったいないの説明をするためにインドの小学校などに行って子どもたちにお話をさせていただきました。それで、私たちは生きていくために毎日ご飯を食べてるよね。それは生きているものの命。その命を大切にしないのはもったいないよねって言うと、なんか分かってくれるんですね。そしてインドの子どもたちにみんなインド好きって聞くとイエーイって言うんですけれども、
そのみんなが大好きな国、皆さんのインドをこれからも誇りに思えるように自然と環境を大切にしてください。そうじゃないともったいないよねっていう話をします。私はそのインド好きイエーのところでちょっとショックを受けました。なぜかというと、日本の子どもたちに日本好きって聞いてイエーって言うかなと思って、控えめな国民性もあるかもしれないんですけれども、日本の子どもたちにも日本のことを大好きになってほしいと思うんですね。自分が住んでいる町や自分が住んでいる国を大切に思う気持ち、誇りに思う気持ちこそが、私は SDGs につながっていくんじゃないかなと思うようにもなりました。その自分が住んでいるところを子どもたちが笑顔で安心して暮らせるところにするために、一人一人が自分にできることをすればいいんじゃないかなっていうふうにも思います。それは例えば絵本の読み聞かせだったり、ゴミ拾いだったりするかもしれ、パトロールだったりするかもしれませんけど、その町に住む子どもたちが笑顔で安心して暮らせる町にするために、一人一人の人が自分できることをしていったら、その町はこういう町に住みたかったっていう町になるじゃろうというふうに、もったいないばあさんからもお話しています。そういうところが世界に広がっていけばいいんじゃないかなと思っています。